軽魚との一期一会を求めて源流に誘われる。長き冬が終わりを告げ始め、待ちに待ったこの時期が訪れた。一本の延べ竿で魚と向き合う釣り人がここに一人。しばらくはなだらかな傾斜が続きますので、魚が溜まってそうな場所までね、歩いて登っていきたいと思います。昨年は数々の川で多くの美しい魚との出会いを果たすことができた。お、来た。でっけえ、でっけえ思ったらね、ものすごい太ったよね、イワナでしたね。これは嬉しいよ。この魚体はいい魚体してますよ。しかも放流じゃないからね、もうね。まさにこれこそネイティブですよ。これこそ本当ネイティブ。野趣あふれる源流の忘れ得ぬ兆候に思いを寄せる。日の出前より入山し、目的の谷を目指す。今回訪れたのは南アルプス山塊の一角、小山のホームだ。1時間ほど歩いた頃、山から太陽が姿を現し始めた。山肌はまだ雪が残っており、谷には冷気が立ち込んでいる。山の春はもう少し先のようだ。どうもおはようございます。山とアウトドア冒険チャンネルです。本日は渓流解禁ということで、いつものホームの源流にねやってまいりました。でまだ見ての通り雪がだいぶあってですね、足元非常に悪いので、気をつけながら梅雨の方、やっていきたいと思います。谷沿いは積雪と凍結で滑りやすくなっている。安全のためチェーンスパイクを装着する。しばらくは川を遡行し、さらなる上流を目指す。雪で足元が不安定なため、獣の足跡をたどるのが歩くコツだ。結構まだ雪解けの水とかも結構入っててですね、水温がだいぶ低いと思うんですよ。触ってみても冷たいですしね。なんで多分魚の方もまだ活性が低くて、あんまりねこういう流れの強い場所というか汗みたいな場所にはあんまりついてないと思うんで、越冬ポイントですね、魚の流れ、ゆったりとした流れで深みのある場所をね重点的に狙っていきたいと思いますけれども、まだそういう場所がまだ出てきてないんで、越冬してそうなポイントがあれば、そこで竿を出していきたいと思います。多分各園庭の下がねその越冬するポイントになってると思うんで、基本的には今日は園庭をね順番に振っていくような形になるのかなと、思います。太陽が谷を照らし始めた。小山の期待値が上がる。今日は暖かい日になりそうだ。ゆったりとした流れで深みのあるポイント、この辺りから竿を出してみる。
はい、1匹目小さいですけどアマゴですね。時間しましょう。寒い中釣れたのは小さいアマゴ。この谷はアマゴが生息している谷である。昨年もこの時期に小山はアマゴを釣っていた。でここの場所はですね、昨年3月の渓谷釣りでは極上の尺アマゴを求めに行った。でかい。今までより明らかに大きい魚がかかった。よいしょ。尺ありそうだぞこれ。おお、すごい走る。うわ、ぐっと。お、まだまだ油断できない。よいしょ、入った。いやー、尺アマゴ釣れました。いやー、よかった。とりあえずこれで一安心ですね。計測したら大体32センチですね。バカでっかくはないですけれど、でも今日尺物1本とりあえず釣れたんでよかったです。今季初の尺アマゴですね。やりました。太口から強い大きなアマゴを手にすることができた。めちゃめちゃ綺麗。堰堤下のポイント。思いのほか浅く、魚の反応は得られなかった。堰堤を越えるとさらに堰堤が続く。ここの堰堤は深みがあり、魚が越冬していそうだ。この時期は越冬場所を探るのがポイントとなる。昨年はそれが功をなしていい釣りをした。どうもおはようございます。冬眠から目覚めたばかりの大きなイワナを狙いに痛快な釣りを繰り広げた。シモンさんがはい、まあ縁をやりたいと。はい。で、じゃあ俺はどこ釣んの？いや、その辺やったらいいんじゃないですかって言うからだからその辺担当です。はい、その辺よろしくお願いします。お、来た。でっけえ。でっけえ。進藤さん、バカでかい。40。でっか。すごいたまみに入ってるさ感じがドーンってなんかお腹が出てる感じだったから、最初ニジマスでも釣ったかと思ってこんなところニジマスいないからと思ったらね、ものすごい太ったねイワナでしたね。これは嬉しいよ。この魚体はいい魚体してますよ。しかも放流じゃないからね、もうね。まさにこれこそネイティブですよ。これこそ本当ネイティブで、お腹も傷だらけだしさ、やっぱりやっぱ源流で暮らしてるからやっぱすり減っちゃって、尻尾も尻尾のね下の方だけだもんね、これね。源流で勇ましく生きた証がね、この魚体に刻まれてますね。でこれほらもう年でしょ、やっぱりこんだけ育ったってことは、このねヒレがさ、やっぱ年輪を感じるよ。まさに主ですよ。
39センチ、冬眠明けのネイティブな大イワナを手にすることができた。小さい魚の反応はあるが、量形はなかなか出てこない。連れてくるのは、このサイズが多い。さらに上流の堰堤へと進む。ここも堰堤下が高ポイントとなっているが、果たして、いやー、本当にでも当たりが小さいな。あれが当たりか。全然当たってる感じっていうか、根がかってる感じの違和感ですよね。ここに来てようやくいいアマゴが釣れましたね。すごい綺麗です。何回か当たりあったんですけれども、なかなかミミズが大きいんでね、合わせきれなくて、ようやく3回目か 4回目ぐらいで、かかりました。釣れたのは美しい源流のアマゴ。小山にとって納得の一本となった。しかし、その後は魚の当たりがぱったりなくなってしまった。上流部は諦め、下流部に入ることに。ここを降りるとさっきの下流部ですね。下流部に出ることができます。ただ、下流部では、支流から流れたイワナが釣れることも期待できる。源流のイワナは小山の大好きな魚だ。昨年は、雪代が出る季節に、イワナ釣りの旅をしたことを思い出す。はい、入渓してきました。ようやくですね、目的の川にたどり着いたんですけれども、ちょっとですね、水量が思ったより一泊二日で南アルプスの奥地を訪れた。狙いはもちろん大和イワナだ。強い流れの脇を重たい重りで餌を沈め込む。するといい方が出ましたね。尺はないですけれど、泣き尺ぐらいですかね。はい、多分29センチ、尺はないと思うんですけれど、いい大和イワナです。すごい。よいしょ。おー、でっけえ。これはいいサイズだ。よいしょ。よいしょ。おー、これは尺あるな。はい、
31センチですね。ようやくね尺イワナが出てきてくれました。いやー、もう少しねコンスタントにこれぐらいのサイズが出ると思ったんですけれど、やっぱまだ水が冷たいせいかなかなか厳しいですね。すごい綺麗なヤマトイワナですね。尺ヤマト、やっぱりですね、今やったような石の下から出てきてましたね、このサイズが。すごい綺麗です。尺紙のヤマトイワナ、ようやく狙いの魚を取ることができた。下流部の渓層は水量が多く大きな岩が点在しており、とてもダイナミックだ。いつ魚が飛び出してきてもおかしくないポイントが続く。するとおし、ちっちゃいアマゴちゃんです。予想通りのところにいたけど、いや、予想以上に小さいサイズが釣れちゃいました。よいしょ。はい、さよなら。川の規模が大きいため大物の期待値が上がるが、小さい川でも思わぬ大物が潜んでいることがある。こんにちは。ヤマトアウトドア冒険チャンネルです。今回はですね、ご覧の通り本流釣りの格好で源流の方にやってきました。っていうのはですね、昨年の夏は小さい沢で大きなイワナを釣っていた。出た。こんな感じです。超ひょろひょろだけど長さはね結構ありますよ。38センチですね。いやー、40届かなかったけどいいでしょこのサイズ。さらにこの後もいや、こっちの方がいい魚だと。サイズはねそんなにさっきよりは小ぶりですけれど、小ぶりつってもこれ35ぐらいはあるよ。35センチですね。まあさっきのに比べてサイズはね落ちましたけれど、いやー、いい魚体してますよ。尺紙のイワナですね。口がとんがってていい男の子です。小さな沢で両径のイワナを2本釣ることができた。ここで昼食タイム。
はい、今日のお昼は担々麺ですね。ちょっと寒いと思って辛いものをね持ってきたんですけれど、思ったよりやっぱ日が当たってるというと結構あったかいんで、まあ別の方にすればよかったな。まあ美味しいんでね、担々麺。あとはねミルクティーですね。食後のティータイムを、したいと思います。腹ごしらえをして後半戦に臨むラストスパートだ。じゃあ石の下にいたアマゴか。でもいいアマゴですね。よいしょ。まあ全然カメラ止めてたら来ましたね。はい、じゃあさよなら。おあ、いたいたいた。活性は低いままだが、魚影が徐々に増え始めた。よし。おー、綺麗なアマゴだ。よいしょ。でもまた美しいアマゴですね。ポツポツと釣れてくれるような感じですね。すごい綺麗です。お、初のイワナが釣れました。今回初イワナですね。ヤマトイワナ。お、今回の長江で初のヤマトイワナ、ついに出会うことができた。よし。さらに同じ場所でおう、よいしょ。今度はアマゴだ。アマゴです。よし。はい、さよなら。釣りも終わりに近づき、いよいよ最終ポイント。はい、堰堤が見えてきました。大きい淵が形成された堰堤下のポイント。南アルプスならではの大物の期待が膨らむ。南アルプスには奥深い大物のロマンがあることを小山は知り得ていた。小山は大イワナ、大アマゴの世界を求めて南アルプスの奥地に来ていた。糸の先には大きい魚体、狙いの魚だ。でっけえ。大アマゴが釣れました。いやー、すごい大きいアマゴですね。こんなのがいきなり釣れたよ。ちょっとサイズ測ってみましょうか。40ぴったりですね。ちょうどジャスト40。いやー、でっけえな。40センチの立派なアマゴですね。こんなのがいるんですね。すごい。40センチクラスの大アマゴ、はっきりとしたパーマークがあり、素晴らしい魚だ。さらにその後も。でけえ。
網が開かねえ。よし、開いた。よし、入れ。よっしゃ、入った。でけえ。やった、取れた。いや、でっか。ついに40センチを超える大イワナを手にすることができた。源流で大きく成長した大和イワナの姿はとても力強く勇ましい。鈍く当たる感触、間違いなくイワナだ。釣れたのは9寸ほどの美しい大和イワナ。いい大和イワナが釣れました。すごい美しいですね。いい魚体してます。さらなるサイズアップを狙う場所を円定直下に絞る。かかった。すごいボディ。パンパンですね、お腹が。これ多分尺あるんじゃないかな。すごいパンパンなボディしてますね。釣れたのは33センチ、尺を超える大和イワナだ。この太い魚体が素晴らしい魚だ。ありがとさらに円定直下を攻める。重りを足し、水の落ち込み部分に餌を落とし込む。すると重たく引き込むような強い引き、これもおそらく両形だ。取り込みにちょっと苦労しちゃいましたけれど、竿がね固着しちゃって、まあ前半戦も結構濡れたんで、まあしょうがないですね。でもいいイワナが釣れました。これも尺ありそうですね。釣れたのは32センチ、2本目の尺ガミイワナ。三山の神秘に釣り人は誘われる。今年もまたこの季節が始まった。